どうもこんにちは、ギターショップトニークの小沢です。今回はトニークにある10万円前後のギターを紹介していこうと思います。はい、初心者の方から中級者の方まで手に取りやすい絶妙なラインのモデルたちですね。合計で6本紹介していこうと思います。使用する機種がこちらです。Hex ギターズ NS100、バッカス BFV ジャズ、PRS SEC24、FGN NTE100RAL、エピフォンリミテッドエディション78レスポールクラシック、ナターシャアステロイド NSX、これら6機種ですね。はい、それぞれ紹介してサウンドチェックもやっていこうと思います。ということで本編へどうぞ。まずはじめに紹介するのが Hex の NS100 ですね。はい。こちらの Hex ギターズはですね、韓国のブランドでして製造はインドネシアで行われているというふうな、特徴を持っております。ギークインボックスとギターショップトニークがHex の代理店をやらせていただいているんですけども、Hex の新製品ですね。はい。ストラトとヘッドレスギターをミックスしたようなスペックを持った NS100 というふうなモデルです。木材見ていきますと、インドネシアンマホガニーボディ、ハードメイプルネック、ローズウッド指板ですね。はい。メイプル指板のモデルも存在しています。いろんな方が馴染みのあるダブルカッターウェイのデザインとバックコンターだったりエルボーコンターだったりっていうところありますので、構えた時にフィットしやすいですね。そしてネックシェイプが C シェイプで 25.5 インチスケール、すごいトラットですよね。ピックガード付きで22フレット仕様、ジャンボサイズのステンレスフレットを採用してまして、コンパウンドラディアスとヒールレスのジョイントとコイルナットとっていう風なところでかなりモダンなデザインも備えてます。ロック式のナットと6連のサドルブリッジという風なスペックですね。ピックアップがですね SSH のレイアウトになってまして、フロントとセンターのピックアップはアルニコマグネットを採用したシングルコイルを採用していて、ギアがセラミックマグネットを使用したパワフルなハンバッカーが搭載されてます。セレクターが 5A で1ボリューム1トーンというようなコントロールになってますね。非常にサウンドのバリエーションも豊富で結構歪ませても使えるような一本だと思います。カラーがですね、赤と緑と青とサマーサンドという風なカラーバリエーションも豊富です。価格がですね、新品で55,000円で販売中でございます。非常に破格だと思いますね。NT100 というテレシェイプのモデルもあるんですけども、そちらに関しては今度ですね、テレキャス警察に取り締まってもらおうと思っております。このモデルがですね、どういった方におすすめかと言いますと、この見た目ですね、割とオーソドックスなストラトとかテレキャスとかレスポールとかそういったモデルとは異なったデザインなので、個性的な一本が欲しいという方、非常におすすめだと思います。持ち運びがしやすいっていう風なところも特徴でして、非常に軽量ですね。取り回しがめちゃくちゃ効きやすいと思います。今回もいつも通りクリーンとドライブで鳴らしていこうと思いますので、どんな音が鳴るのか、よろしければ音聞いてみてください。続いて紹介するのがバッカス BFV ジャズですね。はい、すごい見た目だと思います。こちらはですね、日本のブランドであるバッカスのグローバルシリーズといって、こちらも先ほどのヘックスと同様インドネシアで生産されているモデルですね。バッカスの中では日本製のものがあって、インドネシア製のものがあって、ユニバースシリーズという中国製のものがあるっていう風なランク分けがされていて、ちょうど10万円ぐらいのラインのシリーズがグローバルシリーズですね。こちらの BFV ジャズなんですけども、2025年の冬に登場したばっかりの新製品ですね。フライング V のこのシェイプながらですね、この F ホールを採用したセミホローの構造という風な非常に攻めたスペックだと思います。木材見ていきますと、スプルーストップのナトーバック、ナトーネックのローズウッド指板というような組み合わせですね。ネックジョイントがですね、セットネック採用してまして、この辺りはですね、ギブソンらしい部分を取り入れているかなと思いますね。ピックアップはですね、ハーバッカー2機搭載していて、1ボリューム1トーン3ベイのトグルスイッチ、中音マチックブリッジとストップテールピースの組み合わせですね。価格が新品で11万1375円で販売中でございます。見ての通り唯一無二のルックスというか、ヘッドも6連なんですよね。こういう V シェイ
ェイプだとやっぱりギブソンから出てるやつだと大体3対3のヘッドストックになってるので、この辺りもかなり特徴的かなと思いますね。バッカスの代表機種であるバロンっていう機種がありまして、以前うちのチャンネルでも紹介させていただいたんですけども、それのバロンジャズのフライング V バージョンみたいな感じだと思います。こちらの BFV ジャズなんですけども、どういった人におすすめかと言いますと、個性的なギターが欲しい人、これはもう誰とも被らないと思いますね。セミアコも好きですし、フライング V も好きみたいな、すごい極端ですけど、それが好きな方にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。ありそうでなかった組み合わせだと思います。ということで、こちらも音鳴らしていきます。どうぞ。続いて紹介するのがこちら PRS の SEC24 ですね。はい。こちらですね、もううちのチャンネルではおなじみのポール・ディド・スミスですね。アメリカのハイエンドギターブランドである PRS から登場していて、こちらインドネシアで生産されている SE と言われるシリーズのモデルですね。こちらはCE と言いまして、このボディの形自体は割とPRS 伝統のダブルカットのデザインなんですけども、ボルトオンジョイントを採用しているという風な点でコストを抑えているという風な特徴を持っていますね。木材見ていきますと、マホガニーバックでメイプルトップで、さらにこのトップの美しい木目は化粧板を採用してますね。そしてネックがメイプルで指板がローズウッドというような組み合わせです。ピックアップがですね 8515S というものが搭載されていまして、ワンボリュームワントーン3ウェイのトグルスイッチでコイルタップも可能です。スケールがですね PRS 伝統の25インチスケールですね。フェンダーが 25.5 インチでギブソンが 24.75 インチなのに対して、ちょうど中間という風な、どっちを使っている方も行きやすいという風な特徴があります。24フレット仕様なので様々な楽曲で使えると思いますね。ブリッジが PRS デザインのトレモロユニット搭載しておりまして、価格が新品で 109,384 円で販売中でございます。この SECE に関しては以前また別の動画でも紹介させていただいてたんですけども、その時からお値段は据え置きで、ピックアップリングとかノブの形状とかペグボタンとかがアップグレードされて、より US モデルのようなルックスに進化しましたね。カラーバリエーションも増えました。SECE24 に関してはこのトップのメイプルが貼られていない SECE24 スタンダードというモデルだったり、トレモロブリッジが搭載されてないストップテールのものもありまして、そちらがですね8万円台9万円台で買えるっていうような超破格で素晴らしいモデルなので、ぜひチェックしてみていただければと思います。この SECE24 どういった人におすすめかと言いますと、いろんなジャンルの音楽演奏したい方ですね。ハムの音も出せて、シングルの音も出せて、24フレットあってアームも使えてみたいな、基本的にもう何でもござれみたいな感じの一本なので、何でもやりたいぜっていう人はめちゃくちゃおすすめだと思います。ストラトとレスポールどっちにしようかなって迷ってる方にもすごい PRS この SEC24 とかカスタム24はめちゃくちゃおすすめです。ということで、こちらも音鳴らしていきます。どうぞ。
続いて紹介するのが FGN の NTE100 ですね。はい。こちらはですね、60年以上の歴史を持つ富士源というメーカーのプライベートブランドである FGN の、このテレキャスタータイプです。富士源っていうのはですね、もう数多くのブランドの OEM の生産を受けたまっていて、以前はですね、フェンダージャパン作ってた時期もありましたので、ストラトとかテレキャスのデザインというのはかなり得意かと思いますね。こちらはですね、ネオクラシックシリーズと言いまして、この伝統的なデザインをベースにはしてるんですけども、富士 N のオリジナリティを詰め込んだような一本になってます。木材見ていきますと、アルダーボディでメイプルネックでローズウッド指板というような組み合わせですね。非常に伝統的だと思います。ネックグリップ、サテンのフィニッシュになってまして、ちょっとサラサラとしたような手触りになっているのと、コンパウンドラディアス採用してまして、かつ22フレット仕様という風な、このあたりすごいモダンですよね。富士連が特許を持っている技術なんですけども、サークルフレッティングシステムというのがありまして、フレットをですね、まっすぐ打つのではなく、少し湾曲させて打つことによって、ナットからフレットまでの距離を一定に保つという風な、非常に考えられたアイディアといいますか、めちゃくちゃ合理的なやつだと思います。ピックアップがですね、フロントとリアで異なるシングルコイルが2機搭載されていて、ペグが5灯のマグナムロック、ブリッジがブラスサドルを採用した富士連のオリジナルですね。ジョイントプレート、ステンレス素材のものを採用してます。価格が新品で13万3920円で販売中でございます。この FGN に関してはかなり前ですけど、トニークでも取り扱いがありまして、そのさらに前ですね、僕がまだ黒沢柿さんにいた時に新品何本も見てきたんですけども、当時と比べるとめちゃくちゃ塗装の質感というか、こんなに綺麗だったっけって改めて思いました。高級機種のような艶があってめちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。こちらの NT100 なんですけども、どういった人におすすめかと言いますと、国産が安心できるなという方。富士源っていうのはもう日本でずっとやってるブランドさんで、でも様々なブランドの OEM 生産もやっていてというようなところで、使ってる木材とかちゃんと日本で取ったものを日本で乾燥させて加工して組み上げてっていう風にやってるので、もう完全に純国産なんですよね。なのでやっぱり国産のギターが一番好きだっていう方にはもうこの富士源めちゃくちゃいいと思います。日本製ギターの特徴でもあるんですけども、作り込みの精度が高いので、長く安心して使えるっていう点も魅力だと思いますね。何でもできるような感じの万能なサウンドを出力してくれるので、そういった音が好きだっていう方にもいいと思います。ということでこちらも音鳴らしていきます。どうぞ。続いて紹介するのがこちらエピフォンのリミテッドエディション78レスポールクラシックです。こちらはですね、ギブソンの傘下ブランドであるエピフォンから登場しているモデルですね。レスポールクラシックとは言ってるんですけども、どう見てもカスタムモチーフですね。カスタムをモチーフとしていて、クロームのハードウェアだったり、オープンタイプのピックアップだったりっていうところで、ジョン・サイクスも愛用していたレスポールカスタムのような仕様ですね。はい。ジョン・サイクス好きな方はわかると思うんですけども、このピックガード惜しいですね。ミラーピックガードがあれば完璧だったんですけど、木材見ていきますとマホガニーバックでメイプルトップでマホガニーネックでエボニー指板というような組み合わせです。ピックアップがギブソンのダーティーフィンガーズという風なハンバッカーが2機搭載されてますね。非常にパワフルで存在感のあるサウンドを出力してくれると思います。価格がですね、2018年製の中古品で8万8000円で販売中でございます。ちょっと中古で8万8000円なかなかチートだと思うんですけども、このモデルはもうこのタイミングで絶対使いたかったので紹介させていただきました。こちらのモデルがですね、どういった人におすすめかと言いますと、先ほどもお伝えしたようにこのパワフルなハンバッカーが搭載されていて、厚めのボディとマホガニーバックとメイプルトップとっていうところで、非常に存在感のある音と見た目っていうところで、そういったのが好きな方にはめちゃくちゃおすすめですね。あとはもう見ての通りハードロッカーの方にぜひ手に取っていただきたい一本だと思っております。ということでこちらも音鳴らしていきます。どうぞ。
最後に紹介するのがこちらナターシャのアステロイド NSX です。このナターシャというのはですね、中国のブランドですね。見ての通りめちゃくちゃ近未来感があるルックスが特徴的だと思います。ボディとネックがですね、カーボンを採用してます。非常にカーボンって耐久性が高いと言われていて、湿度とか温度の影響を受けづらいんですよね。アコースティックギターのタイプってトップ浮きだとかブリッジ浮きだとかそういったトラブルが多いと思うんですけども、それら最小限に抑えられていると思いますね。アコースティックギターライクなルックスなんですけども、非常にボディサイズ小ぶりで、かつスケールはショートスケールですね。そしてこちらのモデルはですね、NSX スマートコントロールというものを搭載してまして、リバーブとかディレイとかコーラスとかのエフェクトがこのボディに内蔵されていて、あとは USB-C の接続でスマホアプリからの操作だったりとか音源を再生することも可能と、さらにこのボディにはスピーカーが内蔵されているので、アンプなしでエフェクトのかかったサウンドを出すことができたりとか、モニタリングができるという風な、これ1本でいろいろと遊べそうですよね。価格が新品で49,500円で販売中でございます。まず初めの1本としてもめちゃくちゃいいと思いますし、これ1台でいろんな音が出せて、本体の生音だけじゃなくてスピーカーからの音も出せて、スマホとかとも連結ができてっていうことで、めちゃくちゃ遊べそうな1本だと思います。お子様が手にする初めてのギターみたいなのでも絶対いいと思いますね。ということで音鳴らしていきます。どうぞ。それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。どれもやっぱしっかりしてますよね。このラインで言うと、10万円前後というところで紹介させていただいたんですけども、今回紹介したモデルとはまた別でたくさんのラインナップがあって、王道なモデルもあれば、個性的なモデルもあってというふうな形で、非常に選択肢の幅広いと思いますね。何を重視するかみたいな。見た目なのか、演奏性なのか、サウンドのバリエーションなのか、色なのかみたいなところで、その人が求めてるものによっていろいろと変わってはくると思うんですけども、ラインナップ豊富だなと思いますね。その人に合った一本が見つけられていいんじゃないかなと思いますね。あとクオリティ自体もすごい高いものが増えたと思いますね。最初の一本でもいいですし、ちゃんと使えるような一本っていうのでもありですし、いろんな方におすすめができるラインなんじゃないかなと思いますね。ということで皆様いかがでしたでしょうか。このモデルがどうだったとか、今度このモデルも紹介してとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。4月ということで新生活がスタートする時期だなと思いますね。なんだかんだで僕も何年前だ4年前とかにこのベーシックに入社して今に至るので、初めて出社した時とか覚えることがすごい多くて、初日でいろんなことを覚えなきゃっつってもメモ帳とかも速攻で終わるぐらいの感じでやってて、1日目終わった時はもうぐったりして、いや疲れたみたいな大変なところからスタートして、なんだかんだ今こうやってトニックやらせていただいてるみたいなのがあるんですけども、4月入社でいうと、以前黒沢楽器で働いてた時も4月入社でして、アルバイトで入ったんですけど、最初に店舗に行って完全にエレキ担当として入ったつもりだったんですけども、ちょうどそのタイミングでアコフロアの人が少ないみたいな感じになって、一旦じゃあちょっとアコの方立っててみたいな感じで、初出勤の男がアコフロアに立ってたら、カップルの方がいらっしゃってウクレレを探しているということでチューニングして渡して対応してたら、そのまま売るっていう風なのがあって、小沢が人生で初めて売った楽器っていうのはウクレレなんですよね。そのウクレレをなぜか最初に売るっていう風な事件がありました。それが気づいたら今ウクレレ全く取り扱ってないんですけどね、そういった思い出もありきな感じで、ウクレレの販売してからスタートしたこの楽器を売るっていう仕事が今こうやって
自分で店舗を任されてやっているというような感じになっているので、時の流れはすごいなと思いますね。はい、新生活、これからスタートして新しいことを始めたいなという方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひぜひ、トニーク遊びに来ていただいてギターを始めていただければと思います。トニークのスタッフたちがですね、丁寧に対応させていただきますので、お気軽に遊びに来ていただければと思います。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様、本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼1-4-8丸山ビル1階ですね、ギターショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。